考にするのがシンクパターンのソーイングブックです。めちゃめちゃおしゃれな本で、もうこのモデルさんがもう本当にお美しいですよ。でモデルさんもさることながら服もどれもこれもすごく素敵で、既製品みたいなおしゃれなデザインがたくさん載っています。今回使用するのは生地の丸石さんで購入したふんわり柔らかい綿ポリストライプ 5mm のサーモンピンクです。シャツを作るのに良さそうなちょっと厚地でも肌当たりのいい生地でした。こんな感じで例によってシワにも強いです。こんな感じで光を通すのでインナーを工夫したりは必要かなと思います。あとは白のシーチングを近くの生地屋さんで購入しました。3面のいい前立ては内側になる方を 0.2mm 出して半分に折っていきます。そしたらここも1センチ折ります。1センチ折ります。このセリアの耐熱性の定規っていうんですかね、これで折っていきます。はい、待ち針で留めました。すごい細かい話なんですけど、ここの縫い代のところがここですね、こう後ろとしっかり沿うようにわざとこうちょっと角度をつけてあるの分かりますかね。これね、ちゃんとこういうのつけてない型紙も結構見るんですよね。だったりとか、あと自分で縫い代つけてくださいねっていう指示の時もあると思うんですけど、これ素人はここまで多分思わない。特に初心者の人は特に思わずここまっすぐこう切っちゃうと思うんですよ。こうね、こう切っちゃうと思うんですけど、こういうところがね、なんかすごい芸が細かいというか、なんか職人だなって思いますね。たくさんこう服の型紙を服を作ってこられた仕事ので服を作ってこられた職人だなって思
箇所肩を縫いました。そのさっき言ってたやつが結局これを開いた時にここがとても綺麗なカーブになりますよね。そうなるように縫い代もそうなるように身ごろもいいところで縫い始めなきゃいけないんですよ。これがこの縫い代の角度をしっかり提示してくれたことによって私たちもスパッとベストポジションで縫い始めれるっていう、伝わりますかね、このすごさ私だけ素人だからこんなすごいと思ってるんですかね。いやでもすごいと思うんですよね。そしてこれを後ろ身ごろに倒すことになってるんですけど、倒した時にここがね綺麗にこの後ろの襟ぐりのところに沿うようになってるんですよ。綺麗にね、このね角度もねすごいなんかプロフェッショナルって思いますね。ここね、もうしつこいようで申し訳ないんですけど、私自分でソフトを使って製図をしたことがあるんですけど、やっぱね難しいんですよ。こういう細かいところまでの製図っていうのがすごいなって思いますね。なんかそういうの扱える人ってすごいなって思います。発表があります。やらかしました。ポケットをつける予定だったのに脇を縫い閉じてしまった。もう糸をほどくしかないですね。ちょっとねポケットなしで作ることも一瞬迷ったんですけど、もうせっかくなのでやり直します。
スカートの両脇と後ろの中心を縫いました。もし生地の幅に余裕があったら左右は継がずに1枚で仕上げたかったですね。無心でひたすらギャザーを作っていきます。ここめっちゃ縫いにくいです。で一回わーっとミシンで縫ったんですけど、ここをねこうくるっとひっくり返した時になんかねすごいもたもたもたってここなったんですよ。ですっごい汚くなっちゃったんで全部ほどいて、ここだけねわかるかな、手縫いでもう手縫いで細かく縫いました。細かくでもないんですけど、まあとにかく縫いました。でピタッとここねピタッと合わせてからひっくり返さないと、ここがね表から見た時に綺麗な直線にこうならないんですよね。当たり前なんですけど、それを合わせるのがミシンだとちょっとキワキワすぎて難しかったので、ここはねちょっと面倒なんですけど手縫いで綺麗に揃えてから縫うのをおすすめします。ここまでだいたい手縫いで縫ってから、ここからミシンでバーッと縫いました。バーッとね、でここまでこの辺で一回止めて、ここからまた手縫いで縫ってから、手縫いで縫ってからまたこの辺からまたバーッとミシンで縫った、全部手縫いでもいいのかもしれないんですけど、ちょっと強く縫っておきたかったのでミシンと手縫い併用で縫いました。で今からこれをここをね中に入れて、こうやってひっくり返して、でここにステッチを入れて表からこう縫ってねってしてあるんですけど、ちょっと家庭用のミシン、厚地用の針だと多分縫えると思うんですけど、ちょっとうちのミシンでこ
この分厚さをちょっと縫える自信がないので、どうしようかなって感じですね。ステッチ入れた方が綺麗にはなるんでしょうけど、って感じですね。ここちょっとひっくり返した時にここがねすっごいゴロゴロするんですよ。ちょっと気になるので、ここちょっとカットしてみようかなって思ってます。自己責任です。自己責任でやります。いいですね。こうなりますね。際どすぎ。結局厚地用の針を買って使ったら全然縫えました。余裕でした。やっぱり針とか糸とかちゃんと適したところに適したものを使うって大事なんですね。大変だった襟もなんとか完成しました。はい、ここからはちょっと晩酌をしながらボタン付けをしていきたいと思います。動画を見ながらこういう単純作業を黙々とするのが今の私には至福の時間です。最近はずっと子供の服とか雑貨をよく作ってたんですけど、久しぶりに自分の服を作ってやっぱ楽しいなって思いました。雑誌を見てもこういう服買いたいっていうよりこういう服作りたいが勝るんですよね。なのでまたちょこちょこアップできたらなと思ってます。